目から遠ざかれば心から遠ざかる。物理的距離と心理的距離は比例する。今日は韓国の昔話で始まります。昔、とても遠い昔、牛が屠殺場に連れて行かれるのが怖くて、ビクビクしている姿を見た王の物語です。ある日、王は新しい建築物を新しく作った時、獣の頭を揺れ上げる祭祀を行う風習に、生けとして使われる牛が屠殺場に連れて行かれる姿を目撃します。その様子を哀れに思った王は、供え物を牛から羊に変えるよう命じます。臣下が王がケチだと非難すると、王は臣下に事情を話します。臣下は王に動物の哀れな境遇を何気なく見過ごさない心こそが、王になるのに必要な条件とひとまず認めた後、質問をします。二人とも同じ獣なのに、どうして牛はかわいそうで、羊はかわいそうにしなかったので、生贄にしろと言ったんですか。そして王は理由をこう言います。牛は連れて行かれる様子を直接目で見て、羊は見ていないという違いのためだ。こんにちは。韓国のあれこれ話す皆さんのコアトーリーです。話は今日の疎通でも違わないです。身近でよく見かけるかが理解と共感を左右します。同僚であれ、異性関係であれ、コミュニケーションの解像度を高めるためには、近くで頻繁に接しなければなりません。オンラインでのコミュニケーションがいくら活性化しても、直接見て対話することとは異なります。韓国のことわざには100回言うより一度見るのが良いということわざがあります。百聞は一見にしかずの現代版は100回見るより一度だけ会う方が良くないという意味です。韓国の男性は離れていると文字メッセージをよく見ないですぐ返事しません。それで女性たちはなぜ自分に無関心なのかとよく怒ります。しかし直接会ったら180度変わります。プレゼントも買ってあげたり、デート費用も全部払います。それに愛情表現もたくさんします。そばに他の人がいても気の利くことなくキスも上手です。別れる時には女性の家まで送る習慣があります。寒い冬には男性のコートを脱いで女性を守ろうと思います。記念日よく覚えておいてプレゼントをあげるのが好きです。お互いのために女性の親にも自分の親のように親切にもてなします。しかしほとんどの男の性格はとてもせっかちな性格です。おかげで韓国のインターネットインフラは世界最高水準です。シリコンバレーのある米国より韓国のインターネットの速度がもっと速いというから、さすがに世界最高と言えるでしょう。実際に韓国ではインターネットを使うとき、ロード画面を見ることがあまりありません。パソコンを利用するときは、もちろんスマートフォンでウェブサーフィンをするときも画面が一気に進みます。今までこんなに生きてきた韓国人たちに急にインターネット速度を 100MB 以下に減らしておいてインターネットを使用することとすればどうなるんでしょうか？おそらくほとんどのインターネットをしていて息苦しくてパソコンの電源を切ってしまったり、スマートフォンを遠くへ放り投げてしまうでしょう。韓国の男性の性格ではインターネットをしない男性が大半だと思います。また韓国の男性は生まれつきカフェインが合わない体質ならともかくほとんど食後に必ずコーヒー一杯の余裕を楽しみます。特に慢性疲労に苦しむ男性たちには昼食後に飲むコーヒー一杯が命水同然です。実際韓国の男性たちのコーヒー愛はよく知られていますよね。別名ミックスコーヒーと呼ばれる甘いインスタントコーヒーを作ったこともあり、各レストランにはコーヒーの自動販売機を備え付けており、お客様の食後のコーヒーをサポートしているからです。このような韓国人男性に食事後にコーヒーを禁止させるとどうなりますか？おそらく一日中机の前でうとうとしていてカフェインをくれと戦うことになるでしょう。また韓国の男たちはサムギョプサルが本当に好きです。
国産豚肉だけでは足りず、海外から輸入までしているのが現状です。こんなに美味しいサムギョプサルによく合うお酒まで見つけました。それは韓国を代表するお酒、焼酎です。鉄板の上でジュージューと焼けたサムギョプサル一点に食堂に乗って降りていく。綺麗で濃い焼酎さえあれば、あの日の疲れがすっかり取れるような気分だそうです。ところで、3枚肉に焼酎を飲めないようにすると、韓国人はどんな変化が起きるでしょうか。これ以上焼肉屋で会食をすることもないでしょうし、3枚肉の売れ行きも自然とぐんと落ちると思います。韓国の男性は食べ物に似合うお酒を本当によく求めます。サムギョプサルと焼酎より多くの組み合わせ、チキンとビールです。事実チキンとビールは別に食べても美味しいが、一緒に食べるとき、その味が3倍増します。チキンのカリッと揚げた天ぷらとビールのピリッとした味わいが口の中で相まって幻想のハーモニーを作り出すからです。さらに韓国を訪れた外国人も自国でよく見られるチキンとビールの組み合わせに感嘆の声を連発したりします。このようにチキンとビールを愛する韓国の男性にチキンを食べるときにビールを飲むなと宣言したら、スポーツ試合のある日にもチキン店には誰も行かない場所になるでしょう。外国人にも惚れ込むチキンとビールの組み合わせ、さすがに韓国の誇りと言えるでしょう。韓国に旅行に来たら必ずチキンとビールを食べて帰国してください。韓国の男性の早くはエレベーターでも止まりません。韓国人は情に熱い民族なので、誰かが遠くからエレベーターに乗るために息を外して走ってきたら、親切にオープンボタンを押して待ってくれます。しかし、誰もいないときは閉じるボタンを1、2度ではなく連続で押します。そうしてもエレベーターのドアが早く閉まるというわけでもありません。たまに韓国人のせっかちな性格を鎮めるために、閉ボタンを押してもエレベーターのドアが閉まらないように設計されたところもあります。韓国へいらっしゃって、もしエレベーターに乗る機会があれば、韓国男の人を見守ってください。せっかちな韓国人男性をエレベーターで必ず見かけます。今日の結論。韓国の男性は情も多く女性には親切だが、性格はとてもせっかちなため間違うことが多いです。まるで韓国の女性は結婚すると2人の子供を育てているようです。理由は年上の男性も子供のように可愛くて愛らしいからです。私の話はここまでです。これは韓国の男性を理解する方法の一つです。私の話が少しでも共感できますか？次の映像が楽しみでしたらいいですよと購読を押してください。今回の映像が良かったら次はもっと面白い映像を早くアップできるようにします。日本語修正するところがあれば教えてください。もちろん英語も修正するところを教えてください。普段から知りたいのですが、皆さんが気づくのは面倒で時間を割くのはもったいないことをコメントしてください。韓国のこと知りたいことを質問していただければ、はっきり調べてお知らせします。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで韓国の隠れた話をしている皆さんの声、トーリーでした。今日も家族と幸せな1日になりますようにお祈りします。